サムライチャンネルへようこそ。いよいよ雪が降る季節になりましたので、暴走族はね、少しスローダウンして、これからはね、窃盗団編のスタートとなります。そして今回ね、その第1弾に持ってきたこの動画は、除雪機にスタンダードベルトは使えるのかということで、昨年の12月から3月にかけて、シーズンを通してのね、長期テストを実施しました。思い返せばね、2022年はね、10年ぶりの豪雪ということで、なんかね、もう毎日ね、除雪してたような感じがしますね。まあ、そんな豪雪だったということもあって、テストにはね、うってつけの条件となりました。そして今ご覧いただいている映像は、5月のね、連休の時に整備した時の映像となります。私、シーズンオフメンテナンスをね、推奨していますので、この5月のね、暖かい天気の時、こういう時でしたら、次のね、雪が降ってくる前に直さなきゃということでね、慌てる必要もないですし、部品を注文して、納期がね、1週間後であろうが、2週間後であろうが、まあこの辺はね、全く慌てる必要がないので、ゆっくりとね、時間をかけて整備することができますので、私はね、シーズンオフにメンテナンスをするようにしています。そして今回ね、テストということで、スタンダードベルトっていうのをね、あえて取り付けて使用していますので、その結果がどうなっているのかね、非常に楽しみとなっています。通常除雪機にはオレンジベルトといって、スタンダードベルトよりも過酷なね、状況で使えるように耐久力のあるものを使うんですけれども、また私のね、探求心がちょっと騒いでしまいまして、スタンダードベルト使ったらどうなるんだろうということでね、テストを実施しました。で、結果的にはね、1シーズン使えてしまったんですよね。私の予想では、シーズンの途中でベルトが切れて、そんなベルト使えば切れるに決まってるだろうと、皆さんに笑っていただく予定ではいたんですけれども、なんと最後まで使えてしまったということで、ベルトの状態がどうなっているのか、今分解をしているところです。2022年度は2メートル30センチの雪が積もったということで、実際の除雪量としては、その3倍ぐらいの量をね、窃盗行為してるんじゃないですかね。ただこのベルトの持ち具合って、使う人の技量ですとか、積雪量によるところも大きいですよね。ただ私の住んでる地域では、このね、HS970 っていう除雪機はね、小さいんですよね。それですのでね、一晩で膝ぐらいまで積もってしまうときには、除雪機にね、無理をね、させざるを得ないときが何度もありましたね。それではカバーが外れたので、ベルトの状態はどうでしょうか。あら、意外と大丈夫そうですね、これは。私の予想だと、もうね、ボロボロになってるんじゃないかと思っていたんですけど、この今見えている外側の一部分だけ見ると、意外とね、大丈夫そうな印象ですね。ただベルトをね、点検するときに、これだけで判断すると、後でね、大変なことになる場合もありますので、しっかりとね、取り外して確認をしていきたいと思います。そしてカメラのね、スイッチを入れ忘れてしまって、もうボルトがね、外れてる状態になってるんですけども、このオーガユニットを取り外すには、左側でね、5箇所のボルトを外してやる必要があります。このボルトの取り外しってね、狭いですし、裏側っていうかね、下側にもね、ついているので、とてもね、やりにくいんですよね。まだこれね、小型機なんで軽くていいんですけど、まあ大きい除雪機になるとね、取り外しもほんと大変ですよね。そして反対側にも4箇所ね、ボルトがついていますので、同様に取り外しを行います。すべてのボルトの取り外しが終わりますと、このようにスライドしてずらすことができます。ただこの状態ですと、まだ V ベルトがね、つながっている状態になっていますので、V ベルトの手前の上側ですね、こちらをこのように取り外して、オーガユニットを引いてあげると分割することができます。これ以外にも右側にね、電装系のケーブル類がついているので、そういうのをね、引き抜いてあげる必要がありますね。この分割された後の除雪機って、
なんかね、こうガンダムに出てくるガンタンクみたいな感じでね、なんかこう可愛い印象になりますよね。そしてこちら側のベルトは、クローラーに動力を伝えているベルトなんですけど、こちらはね、あまり大きな負荷がかからないので、意外と大丈夫な印象ですね。また後でね、外してよく見てみたいと思います。そして肝心なこのオーガを駆動している V ベルト。こちらもね、ちょっと見る感じ、意外とね、大丈夫そうな感じですよね。あの豪雪で使ってこの程度の摩耗だったら、このスタンダードベルトも意外と使えるんですかね。取り外しを行って大丈夫だったら、次のシーズンにもね、このまま検証作業をスタートしていきたいかなというふうに思っています。そして今 V ベルトの外れ止めをね、取り外しているんですけど、作業にね、夢中になるあまり、カメラのアングルが良くないですね、これ。これが一人で作業している時のデメリットということでね、ご容赦願えればと思います。それでは取り外しが終わりましたので、ベルトの点検を行っていきます。それでは明るいところに移動して点検を行います。全体をパッと見る感じは綺麗な感じですね。あ、ここはもう切れてきてますね。こうなったらもうね、ベルトは交換しちゃった方がいいですよね。あれ、これはよかったな、切れなくて。これはもう皮一枚って感じですね。もうね、出勤前のね、除雪のベルト切れなんて最悪ですからね。表面上はね、綺麗なんですけど、裏返すとこれですよ。やっぱりこう一箇所切れ始めると、弱いところにダメージがね、どんどん蓄積して、どんどんその一箇所が切れてってしまうのかもしれませんね。この V ベルトはね、表面だけ見て、まだ大丈夫だっていう風にね、判断をしない方がいいかもしれませんね。そしてスタンダードベルトなのに、よくあの豪雪で頑張ってくれたと、このベルトを褒めてあげたいですね。そしてもう一つの走行系のベルトを点検していきたいと思います。こちらも下にね、外れ止めがついているので、こちらを外していきます。もう一方の V ベルトは、クローラーに動力を伝えるための HST にね、つながっているベルトですので、そんなにね、極端に負荷がかかるわけではないので、こちらの方がね、そんなにダメージは少ないかなというふうにね、予想はしています。ただ雪下ろしした雪をね、片付けるときに、何度かね、雪の中にはまり込んでしまって、その場でクローラーだけが回転し続けるような無理をね、何度かしているので、まあダメージがね、ないとは言えないような感じはするんですけどね。まあ小型機ゆえの無理をさせてしまったっていうのがね、懸念材料ですね。ちなみにね、今上からね、外そうとしてるんですけど、ここはですね、下から外した方が取り外しが簡単にできますね。まあホンダといえばね、ハイブリッド除雪機ですけど、こういうね、シンプルなね、機構の除雪機の方が長く使えるかもしれませんね。さあ、取り外しが終わりましたので点検を行っていきます。裏返して見ていきますと、ここに小さな切れ目がありますね。あとは主だった傷等はなさそうな感じですね。今回はスタンダードベルトは除雪機で大丈夫なのかということでね、検証してきましたが、このスタンダードベルトも部品がすぐ手に入らないっていう時はね、応急的な処置としていいかもしれませんね。まあ今回はですね、2メーター30センチの積雪で1シーズン持ったという事実はありますけれども、通常の交換では指定されたオレンジベルトを使う方がいいかもしれませんね。まだ V ベルトの点検が済んでいない方は、まだまだね、12月前半ですので、点検してみるのもいいのではないでしょうか。そして今ご覧いただいている動画が、令和4年の2月の時ですね。スタンダードベルト検証中の動画なんですけれども、まあ本当にね、10年ぶりの豪雪ということで、両側の屋根から雪下ろしをすると、ここにね、雪が溜まってしまうんですよね。そして雪下ろしをした後の雪ってね、屋根からね、やっぱ落ちてくるんで、結構ね、押し詰まってて硬いんですよ。そしてさすがのホンダパワーでも、
もうね雪に食い込んでいかないんですよね、オーガが。それですので愛用の金造のアルミスコップで崩しては除雪する、崩しては除雪するの繰り返しで窃盗行為を行っているところです。まあ雪が降ってない時にもねこんな作業をやりながらの検証作業だったんですけれども、本当にねよくスタンダードベルト持ってくれたなというのがね感想ですね。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからのチャンネル登録やコメント、そしてグッドボタンが私の動画作成の原動力です。除雪に楽しみを。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。